どうも、PDR さんです。このチャンネルで3週間ぐらい前に取り上げたホームレス殺害事件のことを覚えてますか？知らない人たちは先にこちらの動画を見ることをお勧めします。その事件に進展があったみたいです。岐阜ホームレス殺人傷害致死罪で元少年を起訴。地検2少年を家裁送致。路上でホームレス男性が死亡し、少年5人いずれも当時19歳が殺人や傷害致死容疑で逮捕された事件で、岐阜地検は15日、殺人容疑の3人のうち、逮捕後は成人した元少年20歳。何が元少年だよ。元少年20歳を傷害致死で起訴し、少年2人を傷害致死の非行内容で岐阜家裁に送致した。一方、傷害致死容疑で逮捕された少年2人は不起訴処分にした。いや、20歳の男性殺人罪だろ。しかも計画性のある殺人。他の2人もそれでいいだろ。それとも少なくとも殺人の重犯者だろ、あいつらは。そして他の2人は不起訴。少年法はサイコパスを守るために作られたのか？それともホームレスは人間としてカウントされないんですか？起訴されたのは岐阜県瑞穂市の無職の元少年。起訴状によると、男性は3月25日午前1時半過ぎ、岐阜市角の角場市で渡辺哲也さんを約1キロにわたって追いかけて投石。土の塊を投げて渡辺さんを転倒させ、後頭部を損傷させるなどして死亡させたとしている。石は投げつけたけど、最終的に死んだのは土の塊を投げつけて転倒して頭を打ったから？そういう嘘いらねえから。それにもしそれが本当だとしても、殺したことに違いはないだろ。殺人容疑の他の2人も同様の内容で送致された。家裁は2人について15日2週間の看護措置を決定した。人の住んでる場所を襲撃して追っかけて殺して2週間の看護措置。2週間？もちろん、その後何か別の罰ありますよね。一方、不起訴の2人について地検は、両名については被害者のテント付近まで行った事実は認められたものの、暴行を共謀していたことを認めるには足る証拠がなかったとコメントを発表した。一緒に追っかけなかったとはいえ、テント付近まで行って何もしなかったっていうのは信じがたいですよね。渡辺さん過去にも何回も投石されて警察にも相談してそれは調べないんですか？だって男女10人ぐらい関わってるって言われてるんですよ。その辺はどうなんですか？石を人に投げつけるのって犯罪じゃないの？それともホームレスだからどうでもいいんですか？不起訴の2人は朝日大学の硬式野球部員。朝日大学。社会性と創造性、そして人間的知性に富む人間を育てる大学。キャッチコピーをサイコパスを育てる大学に変えた方がいいと思います。まあ大学を責めても仕方ないですよね。悪いのは犯人たちですから。とはいえ、犯人5人中2人が朝日大学現役野球部員。そして2人が元朝日大学野球部員。さすがに野球部が一体どうなってるのかなんか調査した方がいいと思いますよ。朝日大学さん。ちなみに不起訴になった2人はもちろん退学ですよね。今後、学内調査委員会の進展により、当該学生については朝日大学学則44条第1項に基づき、厳正に対処する所在です。いや、そういうのはいいから退学にしろよ。なお、同委員会が調査を継続し、大学による処分が決定するまでは、当該学生より退学または休学の申し出があったとしても、これを受理いたしません。ってことは、退学より重い処分を彼らに与えるんですね。例えば、彼らの実名と写真と住所をホームページにデカデカと載せるとか、もしくは、裸で吊るし上げて、僕は殺人犯の友達ですっていう紙を貼り付けて地元のホームレスを呼んで石を投げつけるパーティーを開く。それぐらいやらないとね、どうせ大したことしねえんだから退学にしろよ。それにしても最初っから最後まで胸くそ悪いですよね。地元の野良猫たちの世話をしてる心優しいホームレスが殺されて、殺した奴らが大した罰も受けないとか、ありえないですよね。しかもこいつらちょっとしたら何事もなかったかのように社会に出れるって思うとゾッとしますね。皆さんぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画同様広告がつきましたら、収益は全部ベゲ州とアニマルレフュージ関西に寄付します。